はい、皆さんこんにちは。インマイバニタスソラです。今回は初めての対談企画ということで、僕自身と、音楽的に関わり合いの深いアーティストをお呼びして、自身のルーツや自分の活動について対談し合おうという企画になってます。はい、ということで第1弾のゲストはこの方です。どうぞ。どうもキャロミでございます。キャロミくんです、はい、よろしくお願いします。お願いいたします、はい、キャロミくんのことはね、僕とインマイバニタスで制作を一緒にやってるんで、知ってる人は知ってると思うんですけど、はい、どういう方なんでしょうか。まあ一応アーティストとして活動もしつつ、お仕事としては楽曲制作をしたりするような、音楽作家と言われるような人間でございますね。はい。なんかキャロ君は一応ソロプロジェクトというか、はい、セカンドハニーとしての活動もしてる、ね、そうですね。ザ・セカンドハニーという名義で、曲を出していたり出していなかったり、ちょっと最近ね停滞気味だったりとかするんですけれども、一応アーティスト活動もさせていただいておりますね。なんかもともと出会いとしては全然僕がドラムの時だったのね。そうですね、ドラマーだったよね。吉祥寺のライブハウス。そうだよね、その時に初めてキャロ君、あの時はソロっていう感じ。そうだね、バンドやってたんだけど、バンドの都合がつかなくて、ソロでサポメンとかと一緒に出てた日かなんかに、対バンだったんだよね。お互いの印象っていうところなんだけど、初対面のってこと、それとも今のってこと？じゃあどっちもで言ってみます。どっちもで言ってみます。初対面で。てか初対面というか、もともとあれなんですよね。ソラ君とは、当時ツイッターと呼ばれていた X というプラットフォームでそうなのか、相互でフォローし合ってて、でその後対バンになったんだけど、だからなんか何のきっかけでフォローし合ったんだろうね。分かんないけど、世界は狭いので、それでアカウントを拝見してて、なんか中性的な感じもやっぱり出てたし、そういう意味であんまりマスキュリンっていう感じの人に当時魅力を感じていなかったから、なんか面白そうな人だなとか思ってたけど、全然どんな音楽やってるかとか知らなかったし、なんか面白そうみたいなのがなるほど、ね、ただ単に第一印象だったなんか僕はキャロ君の印象としては、なんかやっぱり僕はその時まだねポストパンクっていうのをねあんまりよく分かってなかったんですよ、その時でもなんかやっぱルーツがちょっとビジュアル系みたいなのがあったから、なんかメイクしてる人だなっていうのは分かってたし、なんかそういうのでちょっと近いものを感じるような気がしつつも、ものすごくミステリアスな方だなっていうのを見てて、でね、対バンしてみてもすごいミステリアスだなと思ったし、今でもあんまりそこは変わってないっていうか結構仲良くなってるつもりなんだけど、いまだにミステリアスな部分がすごく多くて、そうかもね。そこがでもねキャロ君の魅力だなとも思うし、なんか私生活をあんまりね出したくない部分は確かにあるかもしれない。それはもうねアーティスト自分自身の、デザインとしてもそうだと思うし、そこがすごくね僕は結構すごい出しちゃうところがあるから。そうなの、あんまり思わないけど。いやなんかね、だからそういうところの自分自身の作り方っていうか、そういうところがすごく尊敬できるところだなと。ありがとうございます。大事なところではあるよね。でルーツ的なところにちょっと触れていきたいんだけど、その時確かライブ終わった後に僕本当に打ち上げとか全然出ないんだけど、たまたまやっぱキャロ君のこと気になったっていうのもあったのかもしれないんだけど、その時は出て、なんか僕もあんま出ないんだけどね。多分キャロ君もあんま覚えてないと思うんだけど、その時にポストパンクの話をちょっとしたかもしれない。んだよね。てかニューウェーブみたいな切り口だった気はするけど、そのあたりの話したよね。で僕はその時80年代のそのルーツのポストパンクとか全然知らなくて、お兄ちゃんがすごくノーベンバーがめちゃくちゃ好きで、でその影響でそのボディって呼ばれるイベントがあって、リリーズとプラズとそのノベンバーの3つのバンドが出るすっごいかっこいいイベントがあって、でそれに僕が上京してから2回ぐらいかな多分行ってて、でそれできっかけでなんかそのニューウェーブとかポストパンクっていうのがそのバンドのルーツになってるって知ってて、皆さんはその辺から影響を受けてらっしゃいますからね。そうなんだ。でもよくわかんない、まだ掘ってなくて、でその時に僕はそのリリーズとかプラズの話をちょっとしたんだけど、キャロ君は
もっとルーツのものから影響を受けてるみたいな話をちらっと聞いて、そんな話してたっけ。そうなんだと思って、そうでそれがちょっとね記憶に残ってたっていうのがあって、まあ後々そこはつながってくるんだけど、キャロ君のルーツ的にはどうなんですか、それら辺は。まあでもやっぱりニューウェーブみたいなところからすごく強く影響を受けていて、まあ、特にやっぱり UK ですよね、イギリスのバンドを非常に聴いてて、まあ、やっぱり核になるところでいうと、ジャパンというバンドがですね、おりまして、ジャパンだよね、はい、デビッド・シルビアン率いる、ね、最初ジャパンは初期こそグラムロック路線なんだけど、YMO とかそういうところと交わっていく中で、まあ、ニューウェーブの感じが強くなっていくんですけど、でそこから影響を受けたアーティストたちがニューロマンティックに流れていくわけで、まあ、デュラン・とかね、スパンダーバレーとか、まあ、そのあたりのニューウェーブ、ニューロマンティックの流れから影響を受けて、でまあね、ジャパンに影響を受けて作曲始める人なんていないと思うけどまあそうだね、そういう感じで。それはもう家庭の影響というか、まあそうだね、家庭の、母が、まあ、当時ミーハーだったということもあって、家にですねアナログ版がめちゃめちゃございまして、まあ、ジャパンとかそれこそね、もう他にもあったんだ、いろいろありますね。だからデュランとかも、じゃあ洋楽を結構その時流行ってたやつを聞いてた、もう集めてて、まあ、もうミーハー臭いね、その美少年たちのあれがいっぱいあって、でそういうのを聞いて育ったので、なるほど、まあ、完全に親の影響とは言えないけど、自分で後に好んで掘り漁ったから、まあ半分ぐらいは親の影響かもしれないかな。そこをじゃあ書くんだって、いわゆる例えばキャロ君が今やってる、まあ、セカンドハニーっていうプロジェクトがあって、まあ、そっちはまあ後でまた掘ってもいいと思うんだけどそっちの楽曲とかにもその影響はやっぱ出てるっていうことなのかな。まあ色濃く出てるかもしれないかな。あとなんか民族的な音階とか、やっぱりそういうものとの融合っていうのが、まあ、ポストパンクニューウェーブではよく見られると思うんだけど、まあ、ジャパンもね、そのベーシストなんかは中東系の方だったりとかして、ミック・カーンっていう有名な、ね、方いますけど、なんかみたいな頭してますけどねそうね、色がね中東系の音階みたいな感じ、まあハーモニックマイナーに近いような音階だったりとか、そういうのの使い方がやっぱりすごく異国情緒が出てるような音楽っていうのが、ポストパンクとかニューウェーブには結構見られるなっていうのが個人的な見解ですごくあって、なんかそういうものに触れて育ったからか、やっぱりそういうのが詰まった音楽をやりたくなっちゃうんだよね。まあそうだよね。だからまあハーモニックマイナー使いがちそうだね、な感じかな。だからやっぱ影響は出てますね。まあそこからいわゆるビジュアル系みたいなものにつながっていくっていうのもあるっちゃあるのかな。音楽シーン的にもそうだし、自分の掘り方としてもそうだった。その有名どころで言うと、まあ、ハイドさんとかが、デビッド・シルビアンの影響すごい強く受けてらっしゃる。ファーストのそのソロで出した、ファーストアルバム、あれはもう色濃く出てるよね。すごくかっこいいしね。まあ、ファッションとかにもやっぱりねすごく出てると思うし、でそういうところからじゃあ今度はハイドさんの影響を受けたアーティストとかもいっぱいいてってなっていくと、まあ、ビジュアル系っていうのもそんなにそれに染まるほどハマったりとかってことはなかったけど、まあ、やっぱり面白いものだなっていうふうにすごく思いましたね。だからそこは結構僕は見てて、キャロ君を見ててすごくそこをこう綺麗につないでってるなっていうところが僕は思ってて、もしかしたらいろんな入り組んだこともあるのかもしれないけど多分あると思う僕の場合のルーツで言うと、やっぱまあ結構変則的に x ジャパンにいきなりハマって、中学3年生の時にパンクだねそれがね、やっぱ周りのその当時流行ってたね、ラッドウィンプスとか界隈の、まあホーロックのね、ホーロックもうまあお兄ちゃんは結構そっちも聞いてたから、なんかちょっと聞いてみようと思って聞いてはいたんだけど、なんかこうがっつりハマれなくて、なんか違うなとは思いつつ、わかるな、周りにこうちょっと馴染めなかったんだよね。なんかこうみんなのノリになんかやっぱあの時ってすごく同調圧力じゃないけど、まあ、みんなでこれ聞こうみたいなのがあったから、いつの時代もそうだけどね。そうだからなんかそれに外されるのが怖くて一応聞いてはいたけど全然ハマれなくて、で、まあ、そことまた別路線で僕はすごくゲーマーだったので、なるほどその時オンラインゲームをずっとやってて、
でまあ普段周りにいる友達とは全然違う年齢層のね人たちと絡んでいく中で一人のおじさんが x ジャパンを教えてくれて、でそこからもうヒデさんが弾いてる紅のイントロ見て、なんだこの歌舞伎役者みたいな頭の人はと思ってでどんどんそこからのめり込んでったんだけど、意外にもその時ハマったのは x ジャパンだけで、なるほど。ルナシーとかも周りなんかその時結構弟分みたいな動画とかいっぱい出てたから、まあそうだね、見て聞いてみてアルバムとかも聞いてみたけどなんかハマれなくて、やっぱ全然違うじゃん、本当は音楽性ってなんか一緒くたにしてる人がすごい多いけど、やっぱり全然違うものだよね。なんかやっぱメタル路線の x ジャパン、ヘビーメタルだったりハードロックだけど、やっぱりルナシーとかどっちかっていうとニューウェーブとかそうだ、ね、そっちの UK の影響が強いから、なんかその時は僕はハードロックにこう行ってたから全然分かんなくて、でその後意外にもその高校生の時は凛としてしぐれとか、そういうなんか全然関係ないって言ったらあれだけど、関係なくもないと思うけど、関係なくはないんだけどね、そう後々気づくんだけど、それにはとか全然関係ないところで言うと本当にウーバーワールドにめっちゃハマったりとかなんかそういうのもあって、今のヒップホップっぽい路線も受け入れられるなんか地盤ができてたのかなとも思うんだけど、そうね、でそこがずっと長引いてた後にふとしたきっかけでデッドエンドにハマって、じゃあデッドエンドにハマったのは結構そう割となんだよね、本当にもう20歳ぐらいになってたからなるほど。でそこでなんか今までのこうもともとドラマだったっていう共通点もあるもんね、そういえばでだけどそうモーリーさん見て歌ってみたいなと思って、その次の日からボイトレに行って、でそこでまた紫ボタン始める前だったんだけど、キャロ君と会うみたいなそんな時期に会ったんだ。そのタイミングだったんだよね。なるほどね。ちょうどちょっとこうデッドエンドからその昔のところを掘ってる時で、バイオハウスとかもそうだけど、そこで掘ったんですか。もう完全にそこで、なるほど。でジャパンの話もちょっと聞いてて、でちょっとキャロ君に話聞いてみたいなみたいなところもあって、まあでもそこのまた話が交互しちゃうけど、そのお茶会があったのはプラスティックズームスがきっかけだとは思うんで、そうだったかもしれない。なんかそれこそね X かなんかでプラスティックズームスそう話をして、でちょっとねお話ししたいねみたいな話になって、そこからいろいろキャロ君にその例えばプラズもそうだけど、ルーツのことを教えてもらって、実はプラズとかも、まあプラズはビジュアル系じゃないって自分自身で言ってるし、まあ音楽性もそうだとは思うんだけど、実は意外と近いというか、近いって言い方難しいんだけど、その辿っていくとそうつながる部分があるっていうね。だからプラズにも俺はハマれたんだなと思って。なるほどそこで多分キャロ君にいろいろジャパンもそうだけど、悪いことを吹き込まれたんですね。そうそっちのニューウェーブのしっかりしたそのニューロマンももちろんそうだし、でそれで教えてくれたおかげでその元々のその影響元っていうのがよく分かって、だからつながってたんだっていうとこまでいけたっていう。でもなんか思い返してみると、そういう話した時に、なんか逆にソラ君からはデペッシュモードの話とかがよく出てきてた。そうだね。その時ね、やっぱバンドのサウンドでそっちを意識してたっていうメンバーがやっぱそっちを意識してたっていう部分もあったから。なるほど。で僕はやっぱその時一番ハマってたのがソフトバレー。日本のデペッシュモードと言われるぐらいすごいソフトバレーで、そう実はこの話もあれなんだけど、僕ねファンの方からよく爆竹っぽいとか言ってくれる人もいるんだけど、バンド時代からもそうでたまに見かけますね。だけど実はそこまでしっかり通ってなくて、もちろんアルバムは聞いたことあるよ、全部聞いたことあるけど、ソフトバレーの方が全然DNA に染み込むぐらいは聞いてたんで、そこは結構そうかもしれない。意外とキャロ君もそうだよね。そうだね。爆竹も聞いたけどそんなに通ってないし、なんか一緒にアルバムもやらせていただいたけど、ルナシーっぽさみたいなことも語られるけど、それこそルナシーはもう全然通ってないぐらいまであるかもしれない。完全にそうだよね。だから意外と聞いてないわけじゃないけど、そんなにそこからの直接的な影響みたいなものはなかったりするかもね。例えばディルとか、ディルも結構言われるけど、やっぱ僕はねなんか影響元として、僕自身もそうでありたいっていうのがあるんだけど、
ビジュアル系と呼ばれてしまった人たちのことは好きなんだけど、自分たちからビジュアル系って言い出してる人はあんまり好きになれないところがあって、能動的なビジュアル系はそうだからさ、そのルーツの人って結構そういうの否定するじゃん。マイケミも確か、自分たちはそうじゃないとか言ったりもするし、だからディルがどうだったかは分かんないけど、そのどっちかというとその第2世代というか、90年代後半になってくる時にヒットしたバンドにまだしっかりハマれたバンドがあんまりいなくて、だからどっちかというと89年とか90年代初期とかの黎明期というか、あの時にこうできてきたニューウェーブポストパンクが日本風になったかなってないかみたいなところが、一番のルーツではあるっていう。なるほどね。じゃあ 80s の延長みたいなところ。そうだね、自分自身はやっぱそうなのかもしれない。なるほどなるほど。僕はディルはね、初期の頃のディルの曲とかは結構聴いてたかもしれないかな。カバーもやってたもんね。なんかあんまりね、その人様のバンドのことを深掘りするのもあれなんですけども、なんかディルってさ、中期ぐらいになると、結構こうなんていうの、こう女っぽい感じがなくなるというか、ちょっとこう中性的な感じよりかはマスキュリンな感じにこうメイクとかもそうあの辺はあんまり実は通ってなくて、なるほどね。でも意外と最近のね、その人間をかぶる、いいよね、あの辺からのめちゃめちゃかっこいい、あれすごい好きだったりして、なんでその爆竹とかルナシーとかよりは聞いてたかもしれないなっていうぐらいかな。確かにディルはさっき話出たけど、初期と最近は僕も結構聞いてるかもしれない。どちらかというと中期がまだ全然聞けてない。そうだね、いいみたいだからね、ちゃんと好き嫌いしないで聞こうとは思ってるんだけど、聞きたいんだよね。今後の作品にもね、いろいろ影響してくるかもしれない。そうだね。次、自分自身で一番好きなアルバムの話。アルバムですか。どうですか、キャロ君は。アルバムか。いや、選べないよね。選ぶとしたら、でもやっぱりジャパンのアルバムにはなるんだけど、ジェントルメンテイクポラロイズというアルバムがございまして、キャロ君最初におすすめしてくれたのそれだっけ。だったかもしれない。やっぱり好きだから、なんかやっぱり西洋かぶれ、特に英国かぶれなものでして、なんかやっぱり向こうの感じのおどろおどろしい感じとか、なんかつかみどころのない浮遊感とかがすごい好きで、そういうのがやっぱり色濃く現れてたのがジェントルメンテイクポラロイズだったりするかなと思っていて、そのね、ジェントルメンテイクポラロイズって曲もあるんだけど、それ自体もすごくそんな感じがするし、ジャパンの曲で一番好きな曲がナイトポーターっていう曲がございまして、そんなすごいネクラな感じのサウンドなんですけれども、やっぱりそれが入ってることが一番大きいかな。なるほどね。なんかいわゆるその西洋圏からのアジアを見たテイストっていうのはあのアルバムには結構入ってるのかな。そうだね、入ってると思う。後期だよね、ああいうテイストを入れていくのは。でもやっぱりあの辺からだんだんやっぱ入ってきた。そう、アジアのあれが入ってきてて、だからなんだろうね、そのなんかゴスの感じもありつつ、そのニューウェーブ的なところも残しつつ、バランスがいいよね。なんかすごく民族的な、西洋諸国の方々がアジアに対してその関心を持って作り出したコンテンツっていう感じがすごくして、なんかそこにはやっぱり独特の解釈と魅力があると思う。実際のものとはちょっとね違う、ずれてたりすることもある。それが逆にねいいよね。そうだね、面白みだと思う。最後のアルバムってあれ名前なんだっけ。ティンドラムかな。そうだよね。あれってさ、声とかも入ってたりするよね。入ってバリバリあの辺になってくるともうポピュラー性みたいなものよりも大衆向けっていうよりかはだいぶアートに走った、僕は結構あのアルバムが一番好きなんだけど、なのでそれとね迷ったんだよね、どっちをあげるか。僕はあれが大好きだな。インストのさカントンだっけ、ありますね。あるよね、中国っぽい。あれがもうすっごい大好きで、ああいう感じの解釈で、いわゆる日本人とかアジアの人が多分ああいうサウンドを素で作り出そうとしたら多分違う方向性になるじゃないですか。なんかなんだろうね、その本物になっちゃうんだよね、やっぱりね。そうなんだよね。それっぽすぎるんだよね。なんかやっぱり芸術とかってさ、ある種ファンタジーであるからこその面白みみたいな部分があるから、直接的すぎると芸術性を失うっていう部分もあるからね。そうなんかそういう向こうの文化、西洋の文化で育った人たちの思想とか感覚のフィルターを通すことであれは面白い感じになってると思うな。なるほど。
まあ、僕のね好きなアルバムはまあモーリーさんなんですけど、まあですよねまあロマンティックなあまりにロマンティックなアルバムがありまして、これね今ねプレミアついてて多分1万ぐらいで売られてるんですよ。でもまあ1万で買えるんだ。僕は買っちゃったんですけど、あれはねもう本当に大好きなアルバムで、なんかねやっぱ僕がいつかたどり着きたいところだなっていうのがあって、なんて言うんだろう、難しい言葉で表せづらいんだけど、ニューウェーブであって、ドリームポップであるんだけど難しいことをやってるようで聞きやすくて、なるほどね、聞きやすいんだけど凝ったことをやってるというか、絶妙だね、絶妙なバランスなんだよね。なんかあれが音楽的に評価されてないのがちょっと本当に不思議だなって思ってなんかすごくコアなことをやってるんだったら分かるんだよ、これ聞きづらいもんなって思っちゃうんだけど、なんか結構大衆にも寄り添ってる部分もあるのに、こんなに聞かないんだと思って、多分それは我々が大衆としてダメなんだと思うなるほどね、ちょっと超えすぎてるの部分もあるのかもしれないね、耳がね、モーリーさんのそのアルバムの最後は雨をテーマにしてる曲があって、そうですか、それがすごく好きで、なんか今回のジュビアにもちょっとね思想をつなげたっていう部分もあって、そういうことだろうなと今思いましたね。いつかなんかねそんなアルバムをね作りたいなって思って、すごく素敵なアルバムなんでね、まあ高いですけどぜひねみんなも聴いてほしいな、お手元にぜひね買ってほしいななんて思ってます。でもなんかその話を聞いてるからっていうわけじゃないけど、やっぱりそのデモとか送ってきてもらったりとかした時に、まあ一番影響を感じるのはそのねモーリーさん周辺とか、まあ曲によってはソフトバレーとか、やっぱりそういうところからの影響を感じるね、ちゃんと。だから自分で望んで受けたいと思ってる影響をちゃんと受けてるんだろうね、きっとね。なのかもね。なんかそういうの僕自身は意識しながら作れる人じゃないから、てか分かんないよね。そうだから多分ただ自然にのなんか自分に馴染んじゃってるから、作り出そうとするとそうなっちゃう。だけどやっぱ難しいのは、僕は一番多分自身で受けてる影響として認識してるのは、やっぱヒデ、清春、毛利さんのこの3人は一番僕の多分血を作ってるとは思うんだけど、でもやっぱりヒデのね味を入れるのってやっぱり難しくて、まあだってだからこその唯一無二の天才という、やっぱあれを真似できる人ってやっぱり出てこないなっていう。そうだし、真似をしても意味がないよね。いやそうだね、確かにそれもそうだね。入り口は模倣からだけど、そう分かる、確かにもう本当にそれそうで、だからまあこれちょっとね悪く聞こえたら申し訳ないんだけど、まあヒデさんに憧れて髪を赤くして、まあ今も赤いからちょっとかぶっちゃうんだけどギターを弾いてね、ヒデさんと同じような衣装を着てコスプレするのもまあいいんだけど、多分ヒデさんが伝えたいことって本当にオリジナリティであることの大切さだと思ってて、だったらヒデに影響を受けてるんだったらヒデと同じ道を歩んじゃいけないと思ってるんだよね。そうだね、まあだからこそ個人的には賛同かな。わかるな、すごく。だからヒデに影響を受けてるっていうのが大きいんだったら、自分自身の音楽を作りたいし、スタイルもそうだしファッションもそうだし、掴んでいきたいっていうのは一番大きいところである、ね、そうだよね、きっと。じゃあ最後、今後の2人の活動、はい、どっちからいきます？じゃあキャロ君から聞いておく。なんかね、先ほどちょっと一瞬触れられてしまったんですけど、一応ザ・セカンド・ハニーという名義で、そのまあ固定メンバーを持たないバンドみたいなスタイルで私は音楽を発信している、まあいたんですけれども、まあいる、そうですね、一生やっていくつもりではあるから。僕は本当に多分一番のファンです。大ファンです。ありがとうございます。本当に大好きなんで。でもあれはね、本当に自分のやりたいことをやるためにやってるようなものだから、なんか別にそのこういうの受けるからとかそういうのを一切考えたくないというか、だからまあ死ぬまでずっとね細々とでもやっていくかもしれないけど、なんかやっぱりでもそれだけでもつまらないというか、やっぱりそのなんか仙人みたいな言い方になっちゃうけど、その属性との関わりを断つっていうのはちょっとまだやっぱりそれには若すぎる。なるほどね。なのでまあなんか新しいことをやりたいなっていう気持ちも結構あったりしていて、まあバンドっていう形でやるのかな、何なのかわからないけど、まあなんか新しいことをやりたいなっていうのを最近
すごい考え始めてる感じかな。なるほど。だからそれはすごくね、僕もちらっとね話を聞いてたんだけど、それすごく楽しみで、実はねこれね多分キャロ君覚えてないって言ってたんだけど、実は一緒にバンドやろうみたいな話も本当に出会った時あったんですよね。一回記憶にないんですよね。キャロ君からしかも言ってくれたからね。いや最悪だな。ドラムでやってくれないって言われて、でもあの時僕はドラムやっぱやめてよかったって今は思うし、いや全くそうだね。多分今の関わり方ができてないから、あの時一緒にバンドやってたら、だから逆に一緒にやらなくてよかったよね。よかったね。でこの距離感っていうのがすごく僕にとって居心地がいいし、僕自身のインマイバニタスは自分のね方向性を向いていきながらも、キャロ君とはまあもちろん友達でありながら仕事上の付き合いもできるから、そうですね、いい距離感でねできてると思うし、ドラマーを否定してるとかっていうわけじゃなくて、ドラマーに向いてない自己主張の仕方をするタイプだと思う、そうだねし僕ももともとねドラマ出身っていうこともあるけど、多分ドラマに向いてないタイプの自己主張をする人間です、僕も。そうだねということで、今回、第1弾のゲストは、キャロミくんに来ていただきました、ザ・セカンドハニーのキャロミでございました。ありがとうございます。ということでしまんねえな次回の、インマイバニタス対談会でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。ということでここからは、質問コーナーということで、事前に、質問を募集していたので、募集していた質問にキャロ君と2人で答えていこうかなと思います。おまけコーナー的なことでございます。じゃあまず1個目、どんなのが来てます？音楽に関することなんですが、よかったよかった。なんかあんまりねしょうもないことだと怖い。しょうもないことでもいいと思うんだけどね。ちょっとね、まず1個目、曲を書いてる最中に、気に入らなくなってしまったらどうしますか？どうしますか？なんで振ってるんだったんだけど大体の場合は、僕は結構ね次の曲に行っちゃうタイプです、一旦そのままにしてみたいな。そうだね。でも例えばアルバムで言うとアフター・ザ・ジュビアに関しては、イントロだけ先にできててめちゃくちゃ。なるほどでサビとかは多分ね1ヶ月に何回も作り変えて、多分5回ぐらいメロディー変えたんですけど、そんなに、っていうこともたまにあるけど、基本的には捨てちゃうって感じです。なるほどね。キャロ君はどうですか？似たような感じかな、次に行くっていうか、一旦保留にするかな。僕はさ、ソラ君のもそうだし、結構お仕事で、楽曲制作とかをさせていただくことが多いので、納期がねどうしてもやっぱりそういうものって発生しがちなんだけど、そういうのに関してはもう詰め切るって、クライアントの要望に忠実に詰め切るっていうのだけがあるから、もう気に入らなかろうがなんだろうが、完成まで持ってっちゃうんだけど、なるほどね。そうじゃなくって、もうその自発的なわがままの聞く制作、っていう時はやっぱり納得いかなかったら一旦保留にして、他のことやっちゃうかな。なるほど。ということです。ということで次、これもね同じようなね、質問ではあるんですけど、頭の中にある音楽と実際できる音楽が一致することはありますか、という質問ですけど。っていうか、頭の中にある音をそのまま表現してるので、一致しないことの方がないと思います。それがすごいですよね。そうなの？でも作る人ってそうじゃない？違うんですか？すごいです。違います？それが本当にすごいと思う。キャロ君の僕がもう本当に一番尊敬してる部分かもしれないですね。でもさ、例えばだけど、浮かんでなくって、じゃあ鍵盤でもギターでも何でもいいけど、持ってて、頭にない音って弾けなくない？そうなんだけどね。だから頭の中で思ってる音と、いやだからそれがね音は一緒だと思う。すごいなと思うんですよ。僕は本当に自動書記みたいな書き方してるんで、曲そうなの？神を宿して書いてるみたいな、そのハンターハンターでいうあのキャラがやってるみたいな。見てないんだまだちょっとしか見てないだけど本当自動書記みたいな書き方してて、イメージがまずあるんですけど、ある時もあるんですけど、こうやって作り始めるとなんかちょっとイメージと違うってなっちゃって、でもなんかかっこいいからいっかと思って、でそのまま思ってない感じで完成すると、逆にそれがオリジナリティができてるっていうか、もともとのイメージで作っちゃうと誰かのものとちょっと似てるんだよね、やっぱり。なるほどね。受けた影響とか、だからキャロ君はそのイメージが結構最初からオリジナリティあるもので作れるから、そこがすごく僕は
尊敬してる部分だね。すごいなと思う。まあそんなにオリジナリティが、その真にオリジナルなのかみたいなのを詰めすぎるのも良くないと思ってるから、まあ浮かんだものを適当にプレイジングしてるだけでございます。すごいのよ。素晴らしい。次いきます。はい。まあ、今回取り上げるの3つなんですけど、ラスト、お二人が考えるお互いの共通点、具体的なリスペクトできる部分を知りたいですということで、共通点、さっきちょっと話しちゃった部分があるけどね。まずドラマーじゃない？そうだね。お互いもともとドラマーだったんです。そうでもまあ人間的には結構正反対な部分もあるよね。そうかな。根本的には多分あんまり分かんないけど、なんかキャロ君が結構本当にデータとかも大事にするじゃないですか。そういう理論も大事にしつつもセンスもあるっていうので、だからキャロ君はその両立がまあ尊敬できる部分でもあるんだけど、そこが両立できるのが俺は本当すごいなと思ってて。いやーでもね、もともとそのあんまり音楽理論とかも好きじゃなかったし、でもなんかやっぱり仕事とかで制作するようになってくると必要な部分が出てくるから、自分に足りないものだから、まあ逃げずにしょうがないからやるかみたいな。すごいのよ本当に。いやもう切羽詰まったからだけど、いやそれがすごい。だから僕はもう本当にさっきも言ったけど自動書記みたいな書き方してるんで、もうセンス 100% でしか書けないんですよ僕は。だから細かい音作りとかそのねミックスの部分も全然分かってないし、正直そこをもうバンド時代から他のメンバーに頼ってた部分もあるし、今はだからキャロ君にものすごく頼ってて、だから僕がこんな感じのイメージでって言ってもう本当にね小学生が言ってんのかってぐらいアバウトに僕はイメージを伝えるんですよ。そんなことはない。それをちゃんと再現してくれる、やっぱ経験もあるし知識もあるから、そこでプラスセンスもある。なんか僕はなんかね両立できる人に会ったことないんですよキャロ君以外に。いやそんなことはない。センス 100% でいく俺みたいなタイプと、その知識だけで理論とかだけでいっちゃうタイプ、なんか知識だけでいっちゃうタイプも僕にとって助けになる部分もあるけど、センスのこと伝えれないじゃないですか。そうだね。そういう人ってコミュニケーションが取れないかもしれないね。キャロ君はそれをなんだろう同じレベルで持ってるから、ものすごく頼りがいがあるっていうか。でもまあアーティストはあまり理論どこよりセンスに切ってていいと思うけどね。いやそれがね嬉しいところなんですよね。だから俺ちょっと話広げると、楽曲制作にあたって僕が作ってきたデモをキャロ君はまあ 80% くらいできてるよって言ってくれるんですよ。いや本当にそうなんですよ。毎回できてるのよ。で僕の中では本当に30、40ぐらいのものを投げてるつもりで、キャロ君が帰ってきたものはものすごい完成度になってるから、もう僕的にはもうそれがすごいもう想像できない、なんでこんなかっこよくなっちゃったって思うぐらい昇華させてくれてるんだけど、でも僕のそのなんだろうイメージになんか反してないっていうか、ちゃんと綺麗にブラッシュアップさせてくれてるから、すごくそこはね頼ってるというか、まあありがたいな。そうね、アレンジするときはやっぱりでもその作曲者の意図はすごく大事にしないといけないと思ってるけど、まあ多分ね彼は自分に厳しいだけですね。8割ぐらいできたでも。いや、8割じゃないんだよな本当に。まあだからそういう自分への厳しさだと思うよ。いやだからそこは本当に尊敬できる部分ですけど、僕の尊敬できる部分あります？あれ話したっけ？尊敬できる部分はいやいっぱいあるけどこれもねちょっとさっき話題に出してしまったことなんだけど、視野の広さかな。その音楽聴いててもさ、例えばなんか意外なもの好きだったりとかするじゃん、お互いに。そうだね、その話もしてなかったね、そういえば。なんかこんなにこわもて、まあ、僕はこわもてだけど、柄悪い、まあね、ちょっと良くないけどね言い方、柄悪いのに、アンダーグラウンドだと思うよ。そう、なんかこう結構可愛い音楽とかね、好きだったりするじゃない。だから僕がその話で一番びっくりしたのは、レオルが話ができたのが、僕はすごいレオルとかそういうなんだろうオーバーグラウンドのところも聞いてるから、だけど多分この界隈の人は通じないだろうなって思って、そうなのかな。僕は話さないんですよ基本。だけどキャロ君とその話をした時にかっこいいよねって話になったり、あとプーマブルー、ピューマブルー、あれサウンドで1個話したハウンズっていう確か曲が出た時にキャロ君に話したんだけど、めちゃくちゃこのゴスに寄せてきたというか。そうだよね、なんか意外だったよね。そうでなんかあれがなんかマッシブアタックみたいな方向性にちょっと寄せてきたんだよね。まあそうだね、割と雰囲気的にはって感じだけど、90年代のあの辺に。そうなんかその
まあもともとすごい好きな音楽性ではあったけど、もっとゴスにこう寄ってきたっていうところですごい興奮しちゃってキャロ君に送ったら知ってたんだよね。いやまあ知ってますよ。いや知ってんだと思ってすごいみたいな。まあなんだろう、その個人的にはその、まあ、自分の一番好きなジャンルとか属性みたいなものはあるけど、まあ、いいものはいいじゃない。そうなんだよね。だし意外とそのルーツとか表現したいこととか、そういうの辿っていくと、まあ、一緒だったりするよね。意外とね。そうだからそういう意味で考えても、そのいろんなものを素直に受け取れる視野の広さっていうのは共通点でもあるし、お互いに尊敬できる部分なのかなとは思うね。かっこよければ OK だもんね。まあぶっちゃけね、そうなんだよね。かっこよければ何でもいいんだよ。あんまりジャンルとかは気にしてない。だからこれもお互いの共通点でもう一個広げちゃうと、全部のジャンル多分取り入れることもできるっていう好きになれるんだけど、やっぱりその元々の基盤であるニューウェーブとかゴスな部分はちゃんと持ってるから、そうだね、そこまでこういろんなもの入れてもポストパンクっていうもう属性自体が何でも入れていいじゃん。そうだね、取り入れて融合していくっていう。そうだから元々の地盤があるこの2人ならいろんなもの入れてもその元々の家ポストパンクには帰ってこれるっていうところですごく、楽曲制作しててもまあ迷ったらそこに帰ればいいかなっていうところがあって、ポストパンクっていうのをいいことに何でもやっちゃえみたいな詰め込んでしまえみたいな部分があるかもしれない。そこはすごくね共通点でもあるし、尊敬できる部分でもあるかなということで。そうだね、まあだから一番重要な部分を尊敬してるってことですね。そうだね、コアを。そうかもしれないね。だからこそこう、頼ってる部分が僕はあるし、キャロ君もそう思ってくれてるならありがたいという感じでございます。そうっすね。はい、ということで質問コーナーでございました。はい、おまけコーナーです。またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。